ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。東京だけでなく日本、いやアジアで初めての地下鉄路線といえば東京メトロ銀座線です。ところで2番目に作られた路線がどこかお分かりでしょうか？それはもう一つの日本の大都市大阪で初めて建設された地下鉄路線である現在の大阪メトロ御堂筋線です。この2つの路線は開業時期が近く、どちらも都市の中心部を通る大動脈という共通点があります。しかし御堂筋線は同じ地下鉄同士である銀座線よりも JR 東日本が運営する東京の主要路線である山手線と比較されることが多い印象があります。同じような時期に作られた地下鉄路線でありながら、銀座線よりもむしろ半世紀ほど前に開業した山手線に似ていると言われる御堂筋線。実際のところ銀座線と御堂筋線の2路線はどのような点が似ていて、どのような違いがあるのでしょうか？そこで今回の動画ではこの銀座線と御堂筋線について違いや共通点などを見ていくこととしましょう。それでは本編へどうぞ。東京メトロ銀座線の概要。東京メトロ銀座線は東京都台東区の浅草駅から渋谷区の渋谷駅までを結ぶ地下鉄の路線です。運営する東京メトロ、正しくは東京地下鉄株式会社は、かつての東京地下鉄道と東京高速鉄道を源流とする帝都高速度交通営団の民営化により2004年に発足しました。現在は言わずと知れた日本の大手私鉄の一つとして銀座線を含む9つの路線を運営しています。ところで東京メトロが運営する9つの路線のうち、東京メトロの発足後に開業した路線は副都心線のみとなっています。さらに1927年に浅草、上野間で営業を開始した銀座線は日本で初めての地下鉄となっており、歴史の授業などでも習う機会が多数あります。それどころかアジア、オセアニア地域でも初めてだったため、当時のポスターには東洋唯一の地下鉄道というキャッチコピーが使われました。ところが実は厳密に言えば銀座線は日本初の地下鉄ではないという見方もあります。実際に1915年に東京駅周辺で郵便物搬送用の貨物船、1925年に仙台駅周辺で当時の宮城電気鉄道による旅客船が開通しており、これらは地下区間を有しているためです。しかし前者は約 0.2km にわたる2駅、後者は約 0.4km にわたる1駅しか地下区間がありませんでした。そういうこともあり日本地下鉄協会は約 2.2km に4つの地下駅を要した東京地下鉄道の浅草、上野間を日本初の本格的な地下鉄としています。その後1934年に新橋まで延伸した東京地下鉄道の路線は1939年より東京高速鉄道の新橋、渋谷間との相互直通運転を開始。1941年には戦時中の政府による交通事業の統制によって帝都高速度交通営団法に基づき新たに設立された帝都高速度交通営団へ両社とも引き継がれ、この時に現在の銀座線の基礎の姿が誕生しました。なお経由地である繁華街に由来する銀座線という路線名称が決定したのは営団地下鉄第2の路線である丸ノ内線が開業する前年の1953年のことです。銀座線の路線距離 14.2km の間には19の駅があります。浅草通り、中央通り、外堀通り、青山通りなどの地下を通り、東京都心や隣接する台東区、渋谷区の主要な繁華街やビジネス街を縫うように走っています。それゆえに終日にわたって利用客が多く、COVID-19 感染症によるパンデミック状況前は日中でも3分間隔が基本。パンデミックの状況下で5分間隔に減便されたこともありましたが、5分間隔というよそから見れば高頻度な運転でも、運転本数が少なすぎるくらいの本数でした。なお現在は日中4分間隔の運行となっています。また渋谷から赤坂見附、永田町まで並走する半蔵門線は銀座線の混雑緩和のために建設されたバイパス路線です。そんな銀座線は地面の土を掘り返して路線を建設し、
その後に埋め直すという改作工法で建設されています。そのため後発の他路線に比べて乗り場が浅く、田原町駅や稲荷町駅、末広町駅など一部の駅では階段を降りるとすぐに改札口やホームがあるという比較的利用しやすい形態になっているのも特徴です。またほとんどの相対式ホームの駅では線路間を隔てて建てられている支柱がネジやボルト、ナットを用いないリベット組の鉄骨となっていることも特徴です。近年の地下鉄は線路の間にホームがある島式だったり、相対式でも支柱がないまたはコンクリート製であることが多く、こういう箇所は日本最初の地下鉄の歴史を感じることができます。しかし一方でトンネル断面が小さく、車体は東京メトロで最も小さな規格という特徴もあります。これにより1両あたりの乗車定員が少なく、薄型の冷房装置が開発された1990年代以前においては、冷房装置の室外機を屋根に取り付けられないくらいです。このような制約は初めての地下鉄建設だったという歴史を思えば致し方ないと言えるでしょう。大阪メトロ御堂筋線の概要。大阪メトロ御堂筋線は大阪府吹田市の江坂駅から大阪市内の新大阪、梅田、難波、天王寺などを経て堺市の中百舌駅までを結ぶ地下鉄路線です。運営は大阪メトロの愛称を持つ大阪市高速電気軌道がしており、2018年3月の民営化前までは大阪市交通局がしていました。そんな御堂筋線は1933年に梅田、心斎橋間で開業しました。大阪では初、日本はもちろんアジアでも2番目の地下鉄であり、同時に日本で最初の公営地下鉄でもあります。それから約75年後の2018年、大阪市の行政改革の一環として大阪市交通局を民営化。それまでは大阪市の地方公営企業である大阪市交通局が運営する大阪市営地下鉄の路線の一つとなっていたのですが、以降は地下鉄事業を承継する法人として2017年に設立された大阪メトロの路線として引き続き現在も運行されています。大阪市内の主要駅である新大阪、梅田、淀屋橋、本町、難波、天王寺を直線的に結んでいる御堂筋線は大阪の市内交通における大動脈かつ最重要路線です。そのうち梅田、淀屋橋間は日本の地下鉄で最も利用者が多く、特に梅田駅は地下鉄1路線の駅としては日本で最も利用者数が多い駅となっています。さらに阪急電車、阪神電車、京阪電車、南海電車、近鉄電車という関西の大手私鉄5社すべての路線と接続していることも特徴で、関西大手私鉄5社以外にも JR 各線、さらに大手私鉄以外では阪海電車、2025年度早期以降に南海電車に吸収され消滅予定の泉北高速鉄道とも接続しています。この他にも大阪メトロの他の8路線のうち、今里筋線とニュートラムを除く6路線との乗り換えが可能です。このように大阪市内の都市部を結ぶ御堂筋線ですが、加えて新大阪以北及び天王寺以南は主に住宅街が広がっており、郊外と大阪市中心部を結ぶ役割も併せ持っています。そんな御堂筋線は大阪メトロ最大のドル箱路線であるだけでなく、日本の地下鉄で最も売上と黒字額の大きい路線でもあります。地下鉄の利用者数も2000年以前まで日本一でしたが、2019年度の1日平均輸送人員は118万5000人となっており、これは東京メトロの東西線、丸ノ内線、千代田線、日比谷線に次ぐ第5位。続く2020年度の1日平均輸送人員は84万9000人で、東京メトロの東西線、丸ノ内線、千代田線に次ぐ第4位でした。なお御堂筋線は起点となる江坂駅を介して北大阪急行と相互直通運転を行っています。北急は1967年に千里ニュータウンと大阪万博の会場アクセスのため、阪急の子会社として大阪府などの出資で設立された第三セクターです。当初は江坂、万国博中央口間の路線でしたが、万博が終わると千里中央、万国博中央口間は即廃止。以降は長らく江坂、
千里中央間の路線となっていましたが、2024年3月に千里中央から先美濃茅野まで延伸を果たしました。現在の北急線の区間は 8.4km と短いながらも、大動脈である御堂筋線の延長路線として機能しており、北急自体も準大手私鉄に分類されています。銀座線と御堂筋線の違い。銀座線と御堂筋線はどちらも戦前に開業した地下鉄路線で、建設時期も5年しか違いがありません。しかし、2つの路線には違いもあります。ここでは2路線の役割や他の路線との関係、編成の長さを見ていきましょう。路線の役割。東京メトロ銀座線は浅草通り、中央通り、外堀通り、青山通りなどの地下を走っており、浅草から渋谷へ至るまでに浅草、上野、秋葉原、神田、日本橋、銀座、新橋、虎ノ門、赤坂、青山、渋谷など都心の主要エリアを網羅しています。日本の大手私鉄の中で唯一の地下鉄事業者とあって、東京都心及び隣接する地域の主要な繁華街やビジネス街における移動手段として大いに機能していると言えます。ところで東京の大動脈といえる鉄道路線といえば、多くの場合は JR 東日本の山手線を挙げるでしょう。しかし山手線は池袋や新宿、品川といった拠点駅を結ぶだけでなく、巣鴨、田端、西日暮里といったいわゆる下町エリアも通っています。ほとんど都心部しか通らない、しかも東側の地域しか通らず西側の副都心エリアは渋谷以外通らない銀座線とはかなり住み分けしていると言えるでしょう。一方の大阪メトロ御堂筋線についてですが、その路線構造からよく山手線と比較されがちな JR 環状線よりも大阪の山手線という役割を果たすような路線となっています。南北の交通結節点としても機能している梅田、難波、天王寺のほか、大阪の一大ビジネス街として機能する淀屋橋、本町や一大繁華街の心斎橋などを結んでいる点では銀座線と一見似ています。しかしそれに加えて新大阪以北、天王寺以南の郊外に広がる住宅街と大阪市中心部とを結ぶ役割があるのが大阪メトロ御堂筋線です。銀座線と比べてみた場合、御堂筋線はより住民の生活の足として使われる傾向にあります。2つの路線の役割が異なる背景には、銀座線が東京地下鉄道と東京高速鉄道という民間会社によって建設され、建設に関して行政の関与が薄かった反面、御堂筋線は大阪市が当時の都市計画学者であった市長のもと、都市計画事業の一部として将来を見越した建設をしたことがあります。直通運転の有無。東京メトロ銀座線は周辺に数多くの他社路線が存在しているにもかかわらず、どの鉄道事業者とも直通運転を実施していません。東京メトロではこの他に丸の内線を除く全ての路線で他社路線との相互乗り入れを実施しています。しかし標準機及び第3機上終電方式を採用している銀座線は JR 線はじめ首都圏エリアの私鉄に高い割合で採用されている 1067mm の狭軌及びが線終電方式の路線とは形態的に異なり、物理的に直通運転をすることが困難なのです。ただし銀座線に直通運転計画がなかったわけでもなく、過去には現在の京急線や東急田園都市線との直通計画がありました。しかし京急との直通計画は戦前の政略などの影響、東急田園都市線との直通計画は銀座線の小柄な規格が災いし、結局これらと銀座線の直通運転は実現していません。最終的に京急は戦後になって都営浅草線と東急田園都市線は銀座線のバイパスとして建設された半蔵門線とそれぞれ直通運転をするようになっているのです。一方で大阪メトロ御堂筋線は北急線と相互直通運転を行っています。北急線は事実上別会社ではあるものの御堂筋線の延長線として建設された路線です。そのためダイヤも御堂筋線と一体化しており、
御堂筋線の延長部として認識している人も多いでしょう。北急の建設に際しては一悶着があったようですが、大阪府北部の千里中央駅から桃山台駅の沿線にかけて広がる千里ニュータウンと大阪市中心部が結ばれました。また1970年に千里丘陵で実施された大阪万博においては主要な交通機関として大きな活躍を果たしており、これは現在の北急の運賃の安さにもつながっています。しかも2024年3月、北急は千里中央から箕面茅野まで延伸。これによって箕面市内と御堂筋線も直結し、梅田、難波、天王寺、新大阪などへ乗り換えなしでアクセス可能となることで利便性が大きく高まりました。編成の長さ。銀座線は行政の関与が薄い民間会社による建設であったことから、資金制約がある中で設備投資にも限界があったと言われています。トンネル断面が小さい理由も建設費削減のためで、まだ木材を使用することが多かった当時の鉄道車両において、全金属製車体を採用したこともコスト増大につながっています。これらはここまで需要が拡大することを見込めなかった建設当時の経済事情なども大いに関係するのですが、結果として車幅 2550mm、車両長 16m という東京メトロ最小の車両を1編成あたり6両の計 96m で走らせることとなっています。しかも6両編成化するのにも結構な工事をしたようで、現状ではこれ以上増結することは到底不可能であり、半蔵門線などのバイパス路線が建設される経緯にもなっています。これに対して大阪メトロ御堂筋線は計画当初から都市中心部の新しい主軸かつ郊外都心連絡線として位置づけられていました。そのため当時にしては先進性の高い路線として設計されました。ホームは当時から十分な長さを確保しており、関西の鉄道路線では御堂筋線と直通先の北急のみとなる10両固定編成が1995年より運用されています。そんな現在の御堂筋線で使用されている車両は1991年から1998年にかけて導入された21系と2011年から2022年にかけて導入された3万系です。21系、3万系のどちらも関西の私鉄では主流である19メートル級に近い長さ 18.7 メートル級の車両であり、編成長は187メートルを超えるものです。さらに御堂筋線に実際に乗るとわかる現在の特徴として、ホームと車両の間の段差や隙間が限りなく縮小されていることがあり、お子様や車椅子利用者、スーツケースなどの大型荷物を抱える出張、旅行客でもより安心して乗車することが可能な設備とされています。しかし21系は3万系よりも若干床が高いため、ホームと車内に 10cm ほどの段差ができてしまい、ホームの段差縮小工事後も若干乗り降りしにくい問題があります。ホーム側の段差縮小工事は3万系の床面に合わせて実施され、3万系では段差がほぼないバリアフリー化を実現していますが、21系についてはこの段差が若干残る問題への対策として、低床の新型車両への置き換えが2026年以降に進められる予定です。他には御堂筋線の設計の中で特徴的なものとして、一部駅で見られる天井が高いかまぼこ型の豪華な宮殿型天井や、開業時からエレベーターが装備されていたことなどがあります。銀座線と御堂筋線の共通点。ここまで銀座線と御堂筋線の違いについて紹介しましたが、2つの路線は作られた時期が近いこともあり、共通点も少なくありません。ここでは銀座線と御堂筋線の共通点としていくつかの要素を見ていきましょう。歴史。東京メトロ銀座線と大阪メトロ御堂筋線は共に第二次世界大戦前から日本に存在している本格的な地下鉄です。1927年に銀座線が浅草、上野間で開業した約5年後、御堂筋線が梅田、心斎橋間で営業を開始しました。これらの他に戦前に作られた日本の地下鉄はありません。
唯一名古屋では2度の建設計画が立てられ着工寸前まで至りましたが、最終的には戦時体制に入ったため中止となりました。ただしこれらと同時期に建設された私鉄の中には一部の区間を地下線として開業したものがいくつかありました。例えば御堂筋線が開業する2年前の1931年には当時の新京阪、現在の阪急京都線の西院大宮間が地下に敷設され、これが関西で初めて地下に敷設された鉄道路線となっています。また2つの路線は公営地下鉄となっていた時期があり、その後民営化したという共通点があります。現在銀座線を運営する東京メトロは国家が東京の地下鉄を一元的に建設経営するために設置した経営財団である帝都高速度交通営団から事業を引き継ぎました。この営団というのは当初官民協力の性格を有する公的法人でもなければ民間法人でもない中間の特殊法人であり、営団地下鉄以外にも10の営団が存在したのですが、その他の営団は戦後になって GHQ の命令で解体または解散され、唯一残った営団地下鉄も戦後に国や東京都以外の資本が排除され、実質的に公営団体となって最終的に民営化されました。また御堂筋線も大阪市の地下鉄事業を民営化したことによって大阪メトロに承継したという経緯に共通点が見られます。銀座線と御堂筋線の歴史における共通点はこれだけではありません。実はどちらの路線も駅のリニューアルやホームドアの設置、新型車両への置き換えのタイミングが近い傾向にあります。さらにそれぞれの路線にとっての要である駅で大規模な再開発が行われたタイミングも似ています。銀座線では2020年より渋谷駅の新駅舎が供用開始しました。また御堂筋線の梅田駅では2019年にリニューアル工事が完了しています。終電方式。東京メトロ銀座線と大阪メトロ御堂筋線は共に終電方式として第3機乗方式が採用されています。鉄道の電化は大きく分けて第3機乗方式と架線方式の2つに大別されます。第3機乗方式とは電車が走行するレールとは別に第3機乗と呼ばれる第3の給電用レールを並行して敷設し、それを車両の台車に取り付けた終電靴など終電装置が擦ることによって終電する方式です。一方の架線方式は車両が通る空間の上部に架線を張り、そこからパンタグラフなどの終電装置によって終電する方式です。第3機乗方式の最大の特徴は低コストな小断面のトンネルで建設が可能な点だと言えるでしょう。ところが線路敷の低い位置に裸の給電レールを敷設するため、第3機乗方式では感電及び短絡の危険性が高いです。このため日本では原則として 750V 以下の低圧電源とされ、かつ人が立ち入る可能性の低い地下鉄または高架鉄道に限って用いることが国土交通省によって定められています。さらに硬質で柔軟性に乏しい鉄製レールを用いているため、特に曲線の走行時などは摩擦による振動や騒音、微線を生じやすく、高速運転に適さないのはもちろんのこと、分岐器や踏切の上では給電が途切れるという欠点もあります。そのため第3機乗方式を採用する路線については多くの路線で70キロ以下の最高速度となっており、それ以上の最高速度を出す日本の第3機乗方式の路線は現状中央線と直通運転をする最高速度95キロの近鉄京阪田線、次いで最高速度80キロの横浜市営地下鉄ブルーライン、最高速度75キロの東京メトロ丸の内線のみです。近年は地上路線との乗り入れの普及や冷房使用時の排熱のためにトンネルを小断面にしないことから架線方式を採用する地下鉄が多くなっています。また小断面とする場合でも防体架線の普及や折りたたみ高さを低くできるパンタグラフの普及などにより第3機乗方式を採用するメリットが薄れているのが現状です。なお銀座線と御堂筋線の終電方式についてですが、どちらも第3機乗方式を採用していることは共通しています。し
しかし銀座線は直流 600V 電源であるのに対して御堂筋線は直流 750V 電源という形で電圧の違いがあり、実際には全く同じというわけではありません。ただし銀座線には 750V への昇圧計画が持ち上がっており、2013年より導入された線形は実際に昇圧に対応しているそうです。同時に昇圧の予定がある丸の内線においても新型車両に線形の導入がほぼ完了状態になっており、昇圧の準備はもうほぼ整っていると言える状況です。そのため将来的には電圧も含めて2路線の規格がほぼ同じになる可能性があります。基幹終電方式に続き、基幹についても 1435mm の標準機を採用しているという共通点があります。基幹とは鉄道のレールの間隔のことであり、標準機はヨーロッパ、北アメリカ、東アジアを中心に世界で最も普及している 1435mm 基幹のことを指す言葉となります。20世紀末の時点では全世界の鉄道の約6割が標準機と言われ、幅 1435mm の標準機よりも広い基幹は後期、狭いものは狭機と呼びます。日本で多い基幹は在来線でよく使われる 1067mm で、これは占領下などにおいて日本の影響を受けている台湾、台鉄やインドネシアなどでも見られるものとなっています。ただし日本占領下の影響を同様に受けた韓国では例外的に 1435mm の標準機を基本に鉄道が敷設されております。なお狭機については日本、台湾、インドネシアの在来線でよく見られる 1067mm 基幹の線路の他にも日本の都営新宿線や京王線などで採用されている 1372mm 基幹、スイス、ベトナム、タイ、南米などでよく見かけるメーターゲージとよく言われる 1000mm 基幹などがあり、後期については旧ソ連系の国々などでよく見かける 1524mm 基幹、イベリア後期と呼ばれるスペインでよく見かける 1668mm 基幹、インドなどでよく見かける 1676mm 基幹などがあります。線路を構成する基幹は鉄道の機能や能力に関わる重要な要素です。一般的に基幹が広いほど輸送力や最高速度など鉄道の能力は高まり、逆に狭いほど建設費は安くなるとされています。通常鉄道車両は特定の基幹に合わせて製造されており、基幹の異なる鉄道の間で直通運転をすることは不可能です。車輪の内側にはフランジとも呼ばれる出っ張りがあるため、両側の車輪のフランジの間隔より狭い基幹の線路には乗り入れができず、また基幹が大きすぎても脱線してしまいます。なお基幹を変更する回帰も可能ではありますが、広げる場合も狭める場合も周辺のものに大きく影響があり、莫大な費用がかかります。そのためよほどの理由がない限り、基幹の変更は実施されません。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、銀座線と御堂筋線の違いについて、2路線とも戦前に作られた日本でも歴史ある路線であること、銀座線は都心部を走っており、ビジネス需要が高い路線である一方で、御堂筋線は住宅街からの通勤・通学の足としても使われていること、銀座線は他路線と直通運転していないが、御堂筋線は北急線と直通運転していること、ホームの短い銀座線は6両編成、5年後に作られた御堂筋線は10両編成という違いがあること、一方でどちらも公営で運営された経緯があり、どちらも公営から民営化されたという歴史や終電方式、基幹などが共通していることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは
ご視聴ありがとうございました。